ご理解第76節。人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。牛馬は我が子が水に落ちていても助けることができぬ。人間が見ると助けてやる。人間は病気災難の時、神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。その場限りなら金でも助けられる。物でも助けることはできるが、心から助ける、または永遠の助かりに続く助かりは、誠の信心によるほかに道はありません。助ける者自身が難儀を修行と分かり、親愛と悟り、心に真の喜びを受け、その心で人に話をしていけば、そこから神の次元、神仏が不思議な働きを示し表すことが起こり、自他共に助かることのできる道が開かれ、人間最高の生きがいある信心生活が営まれるようになる。師匠がここで永遠の助かりに続く助かり、永遠に続く助かりと教えておられます。永遠の助かりに続く助かり。さあ、それはどういう助かりでしょうか。困ったことができた。お取り次ぎを願う。そしてその困ったことから抜け出させてもらうというのでしょうか。おかげをいただく。いわば困った時の神頼み的な助かり方ではないようですね。永遠の助かり。いわばどういう中にあってでも助かっておれれる心、真の助かりということではないでしょうか。それはどこからその真の助かりを得ることができるのか。私は師匠が教えてくださるその成り行きを尊び大切にするという生き方からその真の助かりがいただけれると思いますね。まずはその昨日も申しましたように成り行きを通して我欲を取っていく。その成り行きに神様のお心が現れる。いや、神様のお心が私どもの身の上に起こってくる成り行きの上に現れてくる。いや、その神様のお心の現れが成り行きであるとも言えると思いますね。人間を助けたい。どうにかして人を助けたい。というその人を助けたい一念の神様のお心の現れが成り行きである。ということなのですね。その成り行きが人を助けたい。そのことのための神様のお働きだ。ということが確信できると。そこから真の助かり、それこそ永遠に続く助かりの道に入っていくことができるのではないでしょうかね。永遠の助かりに続く助かり、一時しのぎ的な助かりではありませんね。実は昨日は自動車の修理に行かせていただきました。1週間ぶりにジャンプスタートで
動かさせていただいたのですけれども、バッテリーが上がって動かなかったのですね。まだ購入して1年ちょっとしかなりませんけれども、そのジャンプスタートの機械というのでしょうか。充電器の、いわゆるスマホの充電器の大きいようなものですけれども、その使い方とか、あるいは今バッテリーの電圧がどれくらいだろうかとか、バッテリーの電圧を測る、大げさですけれども、装置というのを作らせていただきましたけれども、それはその前の車がバッテリー上がりを起こしたから作らせていただき、そしてまたそのジャンプスタートの何ですか、バッテリーですか、もう購入させていただいていたのですけれども、まさか新車の車にそのジャンプスタートのバッテリーを使うとは思ってもいませんでした。もう使わずじまいで終わるのだろうかと思っておりましたら、今回思わぬ役に立ちました。そういうことをつれづれと今朝は新中記念の時に思い返させていただいたのですけれども、そうしますと全てがそれこそ巧みに絡み合ってつながっているのですね。あの時はああいうことがあって、こう思わせていただいて、あれを作らせていただいた。そしたらこうなった。そしてまたこう思わせていただき、こうさせていただいた。そして次にこういう成り行きが起こってきた。という、それらすべてが私が思うこと、私がすること、そして起こってくること、それら一切が見事につながっていることに驚かされました。このことのためのお働きであったのか。このことのためにこの装置を作らせていただいていたのか。その中にはカメラですね。車の前方を見るカメラもつけさせていただきましたが、それもやはりその電圧を測るメーターのところから撮らせていただいたりと、とにかく一時が万事に全てがその絡み合っていたのですね。それこそ見事に巧みに絡み合って昨日のことに結びつきました。いわゆる私どもが思うこと、なすこと、そして身の上に起こってくること、それら一切が巧みに絡み合い、神様のお働きの中にあり、私どもを幸せより良い幸せの道へ導こうとする神様のお働きであったということが、何かしらまざまざと実感されるお働きをいただきました。そういう働きをいただいて初めて、確かに神様が私の心の上にも、私の周囲の上にも、成り行きの上にも働いてくださっているということの大確信が持てますね。そこに絶対心が持てるというのですね。その成り行きへの大確信、絶対心がいただけて初めて、永遠の助かりに続く助かりの世界に入っていけれるのではないでしょうかね。いわゆるこれは信心体験の積み重ねということでもあるかもしれません。それは一つ一つの自分の心、そして
赴くままに何かをなす。そしてそこにまた神様の成り行きが起こってくる。それら一切すべての絡み合い、巧みな絡み合い。そこに神様のお心を感じていく。そういう信心生活ではないでしょうかね。そういうなんというのでしょうかね。これはもちろん師匠の祈りのもとにそういうことが起きてきているわけです。そういう師匠の祈りを他の人たちにも伝えていく。こういう神様のお働きがいただけるのだという。そしてそこにそれこそ永遠の助かりにつながる助かり。一時的な助かりではない。永遠の助かり、真の助かりを得ることができる道がそこにあるのだということを伝えていく。それが神様の願いの一つではないかと思いますね。まずはとにかく私どもの身の上に起きてくるその成り行きを一つ一つを神様のお働きとして尊び、その成り行きに神様の心が現れている。神様のお心の現れが今の成り行きなのだと。それは私どもを真の幸せへと導こうとする神様の間違いのないお働きだと。そのことを大確信する。そのことを絶対心を持って大確信をする。ということではないでしょうかね。そしてそのことをまたさらに世の人々に伝えていくということができればなおさらありがたいことですね。永遠の助かりに続く助かり。それは成り行きへの神様のお心が成り行きとして現れる。それは人々を私どもをどうにかして助けたいというその神様のお心の一念の現れであるということを絶対心を持って大確信ができれる。そういう信心をいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。